はいどうも皆さんこんにちは。今回は中国方面の戦いについてお話ししていきます。この頃の信長は各方面に家臣を配置してそれぞれに戦いを任せている状況です。その中でも今回の動画は中国方面の戦いである鳥取城と備中高松城の2つの戦いについて見ていきます。毛利氏との間で起きた戦いですね。織田氏の中でこの中国方面を任されたのは羽柴秀吉、後の豊臣秀吉です。まず最初にこの頃の中国方面の情勢はどのようになっていたのかということからお話ししていきましょう。この頃中国地方で一大勢力を築き上げていたのは毛利氏という一族でした。毛利氏は毛利元就という人物の頃に勢力を伸ばした一族で、彼には3人の息子がいました。毛利高元、毛利元就、徳寿丸です。長男の高元はもちろん毛利氏の後継者になりますが、次男と三男の元治と徳寿丸は毛利氏から出されて吉川氏と小早川氏の養子となりました。こうして毛利元治は吉川元治、徳寿丸は小早川高景と名乗るようになり、それぞれ家督を相続して実質的に毛利氏が2つの一族を乗っ取ってしまいます。どちらも川という漢字がついているので、毛利氏を支える2つの一族のことを毛利両線と呼んだりもします。いろいろ話しましたが、要するに重要なことは吉川と小早川は名字が違うけど実質毛利氏のようなものだということです。ちなみに毛利高元は早くに死んでしまいますので、毛利氏はその息子である輝元が継ぐことになります。さて、そんな毛利氏はいつの間にか大きくなっており、中国地方を治める大大名となっていました。この毛利氏に転機が訪れます。織田信長に追放された足利義昭が毛利氏を頼って落ち延びてくるのです。もともとは織田氏と友好的な関係を続けていた毛利氏ですが、国境で織田派の浦上宗景と毛利派の浮田直家が対立していたことや、足利義昭が落ち延びてきて毛利氏に幕府の再興を要請したことなどが原因となり、毛利輝元は織田信長と戦っていく決心を固めます。こうして中国地方の戦いは織田政権と反織田政権という対立構造へと進んでいったのです。さて、織田政権側でこの中国方面を任されたのが羽柴秀吉、後の豊臣秀吉でした。中国地方の攻略を任された羽柴秀吉は播磨の国へと入国し、姫路城を拠点として周囲の城を服属させていきます。この頃の姫路城代は小寺義高、後に黒田官兵衛という名前で知られるようになる人物です。彼は秀吉に姫路城を提供しており、この頃から黒田官兵衛は秀吉に仕えるようになっていきます。さて、今お話しした姫路城のように織田氏についた城があれば、反対に毛利氏についた城もありました。有名なところで言うと上月城です。秀吉はこの上月城を包囲して徹底的に追い詰めていきます。上月城の人々は秀吉の攻撃に耐えきれず降伏したいと言ってきましたが、秀吉はこれを拒否。兵を皆殺しにして女子供まで惨殺されました。こうして秀吉によって上月城は織田方として生まれ変わり、尼子勝久と山中幸盛が入れられて播磨の国は平定されたように見えました。しかしここで情勢がひっくり返ります。三木城が織田方から毛利方に寝返ったのです。三木城の寝返りによって東西から挟み撃ちされる形になってしまった秀吉は、なんとか三木城の反乱を鎮圧しようとしますが、毛利氏もこのチャンスを逃しません。この隙に毛利氏の大軍が上月城を攻撃していきます。しかし秀吉からすると戦略的には三木城の方が重要な城でした。ということで上月城は結果的に織田氏から見捨てられてしまう形となり、この戦いで尼子勝久は自害して山中幸盛は殺されてしまいます。山中幸盛の尼子氏再興という夢はここについえてしまうのです。さて、その後織田氏内部では荒木村重が反乱を起こしたり、その影響で播磨の国衆が毛利側についたりして、中国地方の情勢は織田氏に不利となっていきました。しかし秀吉の活躍もあり、この勢力は少しずつ挽回され、秀吉は播磨の国を平定することに成功します。その後秀吉は
山陽地方と山陰地方の攻略をほとんど同時に進めていき、但馬国を平定します。こうして但馬国を平定した秀吉が次に目をつけたのが鳥取城でした。こうして始まったのが鳥取城の戦いです。鳥取城を包囲した羽柴秀吉は市や城下町を焼き払って兵糧攻めを始めました。この頃には鳥取城の西側にある上志城も織田方に寝返っていましたので、鳥取城は毛利氏から孤立している状態です。そんな状態だったので、鳥取城にいた山名豊国は羽柴秀吉に降伏を申し出ます。これに満足した秀吉は姫路に帰っていきましたが、その後吉川元春が上志城を攻撃し始めると、鳥取城内の人々は再び毛利派に寝返ります。彼らは山名豊国を追い出した後、毛利氏に向けて新しい武将を送ってほしいと連絡しました。こうして鳥取城に送られてきたのが吉川常家という人物です。さて、そんな鳥取城ですが、正直に言って吉川常家が入った時点での鳥取城は絶望的な状況でした。毛利氏としても鳥取城はもう持たないというふうに考えていたでしょうけれど、毛利氏は仲間を見捨てないということを仲間に示すために吉川常家は鳥取城に派遣された、いわば捨て石のような扱いでした。もちろん吉川常家本人もそれは承知の上で鳥取城に入城したので、もともと死ぬ気の常家は首桶を持参して城に入ったという逸話が残っています。さて、一度降伏したくせにまたも反旗を翻した鳥取城を羽柴秀吉は許しません。秀吉は再度鳥取城へと出陣して兵糧攻めを行います。これ以前に秀吉は高値で米を買い占めていましたので、鳥取城内部にはほとんど米はありませんでした。さらに秀吉は民衆を城内に逃げるように仕向けていたので、城内にはたくさんの人が避難しています。米が少なくて人は多い、そうなるとすぐに兵糧は尽きてしまいます。ここからは阿鼻教官の地獄絵図です。城の中では馬や牛を食い尽くしてしまい、仕方がないので動けなくなった人間をまだ動ける人間が食うというほどの悲惨な光景が広がっていきます。これが鳥取の勝栄殺しと呼ばれる戦いです。吉川常家は自分の切腹と交換で城内の人々を助けるように交渉し、それを許した秀吉により鳥取城は開城。吉川常家の死によって生き残っていた人々の命は救われました。さて、今まで山陰地方を見てきましたので、山陽地方に視点を移してみましょう。ここでこれ以降の歴史にも関わってくる重要な一族が出てきます。浮田氏です。当時の浮田氏当主は浮田直家という人物で、彼はもともと毛利氏に味方している人物でした。しかし攻め込んでくる秀吉の勢いを見て、織田氏に味方した方がいいと考えるようになり、浮田直家は秀吉に服属するようになります。秀吉は浮田直家の服属を信長に報告するために安土へと帰りましたが、この話を聞いた信長は褒めるどころか激怒しました。勝手に浮田の服属を認めるとは何事かということです。信長から信用されなかった浮田直家は信長の味方だということを示すために毛利氏の城を攻撃し、織田氏からの信頼を勝ち取っていきます。秀吉の代わりに毛利氏と戦っていたということですね。そんな浮田氏ですが、ある時浮田直家が病死してしまいます。後を継いだのは息子である浮田秀家ですが、もう一人の息子である浮田元家も毛利氏との戦いで死んでしまうなど、この時に浮田氏は一気に弱体化してしまいました。この浮田氏の弱体化を危惧した秀吉は自ら出陣して毛利氏との戦いに向かいます。こうして始まったのが備中高松城の戦いです。この時の毛利氏は秀吉の侵攻にどのような対策をしていたかというと、国境付近の7つの城を防衛ラインとして、そこから先には進ませない作戦でした。この7つの城の中で中心的な存在だったのが備中高松城です。このような防衛ラインに対峙した秀吉は北の方から切り崩していくことにしています。一つ目の城が火災で焼け落ちたことにより、最も北側にある城は孤立してしまい、連動してこちらも降伏します。この2つの城が落ちたことを聞き、3つ目の城が織田氏に寝返りましたので、ここでついに秀吉は中心の城である備中高松城攻略に取り掛かるのです。
備中高松城水攻めです。この付近には足盛川という川が流れており、秀吉はこの川を利用した作戦を計画します。秀吉は人員を使って堤防を作り上げ、川の流れを変更することで城の周辺を水浸しにしたのです。ちなみにこの近くには当時築かれた堤防の一部が残っており、どのくらいの高さまで水が来たかを見ることができます。こうして高松城は完全に外部との連絡を絶たれ、危機的状況に陥ってしまいました。はじめは秀吉単独の軍勢と聞いて楽観視していた毛利氏も、このような状況を聞いて焦り始めます。小早川隆景や吉川元春、さらには毛利輝元のような毛利氏主力部隊が動き始めました。これを受けて秀吉は織田信長に援軍を要請。信長は多くの家臣を中国地方へと動かして、自身も中国攻めへと向かいます。しかしここで情勢は一気に変化します。本能寺の変です。中国地方へと向かっていた織田信長は京都の本能寺に宿泊している時に襲撃を受けます。襲撃したのは信長の重臣明智光秀です。ということで次の動画では本能寺の変についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。